はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。今回は2月前半のタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。2月全体の星の動きを解説した動画が先にアップされていますので、よかったらそちらも参考にしてみてください。大きな2月ね、天気ですからね。では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。2月前半です。カップキング、カップ9逆、ソードの5、運命の輪、ワンドの5、ペンタクルス10、そしてワンドの4逆ですね。気をつけることや対策が、マジシャンとペンタクルス4とオラクルが、じゃん、タワーの逆です。ふーって感じ。すごいですね。いい、転換期だと思います。ちょっと星の補足説明させていただきたいんですけど、2月に関しては2月の2日満月なんですね。で、この満月って、いて座さんにとってはとても自分の意識を広げてくれる、何か情熱を注ぎたい、テーマにスポットが当たってやるぞみたいな気持ちになりやすいです。ちょうどこの、2月の前半19日ぐらいまでっていうのは、ものすごく人との交流も盛んだったりとか、好奇心が湧いたりとか、やりとりも活発な時なので、その中で、やっぱりこうだな、みたいな、そういった意識が高くなるっていうことです。で、そして2月4日から、逆行していた天王星が順行に戻るので、いて座さんにとってこれまで頑張ってきたこと、特にお仕事とか日常生活でやってきたことが、なんか空回りしてるとか、なんか出口が見えないと思っていたとしたら、やっとちょっとずつ形になってきたなとか、やってきたことがだいぶと自分でも身についてきたぞって思えたり、何かそういう進歩っていうのを感じやすくなると思います。2月4日以降です。これがね、前回の動画で言ったんですけど、4月26日以降はもっと急速に速くなりますから、だいぶちょっとスムーズになってくるんじゃないかなと思います。で、そして、とにかく2月の前半というのは忙しいというか、目まぐるしい、風が吹いてますっていう感じですね。その中でも2月の7日とか、2月10日以降っていうのは、水星とか金星も魚座に入ってくるので、忙しいんだけど、心は落ち着いているとか、ほっとしているとか、何か喜びを見つけているみたいな、そんな感じかもしれません。そしてとても大切な、その土星がね、お羊座入りする。そして1月の末からは、もう海王星もお羊座に入っているっていう、この大きな、36年に1回のね、大きなテーマに関しては、伊手座さんは、本当に自分の人生にとって大切なものを自分が選び取ってるっていうか、もう多分もう去年からそういう空気感っていうのはあったと思うんですけど、そのこと、今、ちょっと頑張ってやろうかなと思ってることって、人生にとってはものすごい豊かなものにつながるよっていうメッセージだなと思いました。なので、一見、大変だなみたいな、そういった思いがあったりとか、これを乗りこなすためにはちょっと2、3年必要かなみたいな感じがするかもしれませんが、ものすごいそれは大きな扉、今しか開かれていない扉みたいな感じが、しました。で、それによってものすごく伊手座さんは意識の改革がある。もう生き方変えますとか、まさにこの土星と海王星のエネルギーがバッチリ活かされているっていう感じがしました。このカードを見てね。2月だけじゃないんですけど、2月からスタートするときに、いい意味での、再生、破壊と再生を私たちって繰り返しながら成長していってると思うんですね。細胞もすべて、意識もすべて。それがうまく現れてるなと思ったので、何かとてもいい意識改革があるのか、本当に目から鱗のいい気づきがあるんじゃないかなと思います。で、入り口のところがやっぱりカップのキングなので、今の伊手座さんを応援してくれる人がいるとか、気にかけてくれてる人がいるとか、サポートしてくれてる人がいるんじゃないでしょうか。またはそういった人たちに報いたいという思いから頑張ろうとしてるとかね、何かご自身が、とてもその人にその人なのかわかりませんが、それに対して自分がしっかりと誠意を見せたいんだみたいな、そんな感じがあります。ただここに至るまでにやっぱり、いろんな葛藤はあったんだろうなって思いますね。過去のところにやっぱりこのソードの5っていうのが出ているので、自分は一生懸命やってるけど、
なんかそれが報われていないっていう感じがしたりとか、なんか正当な意見を主張してるだけに過ぎないのに、なんか自分がなんかわがまま言ってるように感じられたりとか、なんとなくこう空気感、周りとの空気感のギャップみたいなのを感じたりして、少し心の中に、なんでしょうね、こう、イガイガする感じがあったかもしれませんが、それがやっぱりこの時とともに2月を区切りにいい形で変わってきますね。今やっぱり池田さんにとって本当に運命の扉が開かれているっていうことなので、何かご自身が進んでいく方向性、なんか大変だけどこれやってみたいっていうようなものがあるんじゃないでしょうか。例えば、本当にそれは皆さんの生活によって全然変わると思うのでね、チャレンジする内容っていうのは。でも今だから開かれていることがあるよっていうことです。例えば、何か、私もう結婚なんかしないとかって思ってた人が、こう、たまたまなんかいい出会いがあり、してみようかなみたいな気持ちになるとかね。で、それってもう今までの生活全部ひっくり返るみたいな大きな出来事だと思うんですけど、それがいい結果につながるみたいなそんな感じもありますし、何か自分の人生を本当にこう俯瞰してみたときに、あ、なんかこっちだなっていう、こう、匂いがしてくるっていうのかな。なんかそういうのがあるんじゃないでしょうか。でもそっちに進むには、やっぱりこなさなきゃいけないことがたくさんあるっていう感じがあり、あの、なんでしょうね。その、手が足りないとか、時間が足りないとか、もっともっと何かを頑張らなくちゃみたいな、そういった気持ちになるのかもしれません。でも実際はものすごく豊かな扉が開かれているって感じがします。このペンタクルスの10っていうのはもう豊富にある、すべてある、全部揃っているみたいな感じなんですね。現実的にです。これは空想の世界ではなく。そしてその後、ワンドの4ということで、とても豊かな人間関係がある、満たされている、うまくやっているっていう感じがあるので、どうですかね。なんか見えてると思いますけどね、それは。そして対策として言われているのも、このマジシャンというカードと、ペンタクルスの4というカードが出ていて、マジシャンというのはもうまさしくこの78枚のカードの中でスタートっていうカードなので、新しく始まるよねっていう、メッセージもありますし、本当に伊手座さんが大事にしたいものを守っていくんですよねって、そのために、なんか、何かを壊してでもそれを守っていくんですよね、みたいな感じがあります。なのでこのタワーの逆位置っていうのは結構ね、人生が変わるっていう時に出てきたりするので、この人生の変わり目として、この2月に何か自分にとって意識の改革とか、方向性人生のなんかレールが、まだガラッとは変わってなくても、変わるきっかけだったな、みたいな、そういったことがあるのかなと思いましたね。いいと思います。とっても。とってもいいと思います。なんでそんな言えるかって言ったら、やっぱり星を見てると、こう、今だけじゃなくて、その先の流れっていうのも見えるじゃないですか。そういうのでいくと、ね、やっぱり、特に夏以降もものすごく今の努力っていうのは報われるなって感じもしますしね。でもこの2月前半、特に19日までっていうのもとても華やかに動き回れるタイミングなので、いい話が来たり、いい人と知り合ったり、こう、好奇心が満たされるような、そういう人生のチャンスっていうのはたくさんあるんだと思いますよ。ぜひ、選んでいってください。ちょっとお仕事のこと見てみますね。はい。お仕事っていうので見ても、ペンタクルのキングですね。カップのページ。スターということで、いいですね。仕事に関しては、これまでやってきたやり方や、自分が経験を積んできたことっていうのは、そのまま活かせますっていうふうに言われてます。なんかガンガンにそれでいくって感じではないんですけど、十分そのままこなしていけますよっていう感じもありますし、それに関しては、何かもうプロフェッショナルな域に達しているのか、自分では十分やってきたよっていう自負もあるのか、またはそういう、プロフェッショナルな方のサポートがあるのか、とても経験値を活かせるっていう感じがしますね。そんな中でカップのページっていうのが出ていて、スターっていうのも出てるので、カップのページっていうのは自分から何かが湧いてくる。こういうこともいいんじゃないかな。こういうのもやってみようかなっていうのが湧いてきたり、そしてさらに自分が理想に燃えていくっていう、理想を見つけるっていうのもあるので、お仕事に関しても、こういうふうにやっていこうみたいな、そういった思いっていうのも出てくるのかもしれませんね。
何か経験値を生かして、その中から新しい理想の形に修正していくっていう流れがあります、お仕事に関しては。特にやり取りとか交流とかコミュニケーションがとても活性している時なのでね、いいつながりがあって広がるんじゃないでしょうか。特に流通業とか、接客業されている方はとてもいいと思いますね。ちょっと、人間関係見てみようかな。人間関係は人間関係。カップの10。ソードのナイト。女帝ということで、とても恵まれています。人間関係に関しては、とても豊かです。これだけ豊かなエネルギーがあるっていうことは、伊手座さんのエネルギーを漏れなく放出して、それによっていい反響があるとか、自分を見せれば見せるほどいい反応があるみたいな感じだと思うんですね。なので、とても恵まれてるし、精神的にも喜びもあるし、そして人との交流の中でやっぱり豊かさを感じられる。自分の価値っていうのも感じるし、一緒に何か楽しいことをして喜びも感じられるし、とても何かが生まれてきそうな感じがあります。ただ一つね、誰かに対しては非常にムカつくみたいな感じがあるみたいで、何なのこの人みたいな、そういうちょっとイライラするようなエネルギーもありますね。でもそういうもんですよ。そういう人もいれば、とっても良くしてくれる人もいるみたいな感じがあるので、基本的には伊手座さん、人間関係はとても恵まれていると思っておいてください。そして、なんだかイライラするな、みたいな、そういった人に関しては、どのように対処していくかっていうものを自分が鍛えられているっていうふうに思ってくださいね。そうやって、関わっていきながらとってもいいものを自分が生み出していってるんだ、とってもいいものを自分が、経験していってるんだっていう感じがしました。はい。では、最後にもう一枚、オラクルカードを引いてみたいと思うんですが、もしこの内容ちょっと分かったよとか通じたよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えていただけると嬉しいです。では、行きましょう。伊手座さんの2月前半は、じゃん。どうですかね。このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。やっぱりインスピレーションが湧いたり、自分の中の英知が出てくる感じがしますね。そして、これは頭にペタッと貼り付けた情報じゃなくて、内側から湧いてくる自分の英知、体から湧いてくる何かだと思うんですよ。ここでもさっきも私、何かをとっても大事にしたいものや守っていきたいもの、これだけはやりたいとか、これだけはなくしたくないという思いがあり、そのことに携わっていくのかもしれないし、そのことを守っていく。何か自分から本当に自分の人生にとって豊かなものをちゃんと自分が選んでいけるっていう感じがしました。はい。ということで、ありがとうございました。ぜひ豊かな時間をお過ごしください。失礼します。